はい、書いてあります。じゃあメロンパン。もちもち。なんかちょうどいい、熱すぎないし、ちょうどいい。うん。こんにちは。今日も朝から早く起きてひこちゃんと朝活して、その後帰ってきてご飯食べて仕事をしました。この後準備してピラティスに行ってきます。もう週1でピラティス通えてる、そんな感じでこれからピラティスに行く準備をしていこうと思うんですけど、支度する前にちょっと開封したいものがあって、こちら、これをちょっと先に開封してもいいですか？ずっと開けずに我慢してたんだけど、これはね、ここに書いてあると思うんだけど、スポンジボブのビキニボトムバディーズっていうやつなんですけど、これはポップマートっていうトイメーカーがあって、そこから出てるものなんですけど、ランダムでここに書かれてるキャラクターたちが出てくるってやつですね。ぬいぐるみチャームが中に入ってます。私あんまり言ったことないかもしれないんですけど、スポンジボブ大好きで、子供の時とかもう部屋の中全部スポンジボブにしてたくらいスポンジボブ大好きだった時代があって、大人になってからはスポンジボブの小物とかはたまに集めてる程度だったんですけど、これはスポンジボブのメインのキャラクターじゃなくって、そのスポンジボブが住んでるビキニタウンっていう街のその名もなき住人、ここにあるこういう名もなき住人たちですね。これのぬいぐるみチャームが出たということで、私ね、こういうの大好きなんですね。メインのキャラじゃなくってもうサブキャラのグッズが出たら絶対に買う民なんですけど、でもやっぱりこういうサブキャラってファン的には嬉しいアイテムだから、もうめちゃめちゃバズってて、どこのポップマートにも売ってないし、これを取り扱ってるプラザもどこもなくって、でもそれでも血眼になって探してやっとゲットできたこの2つ開けていきたいと思います。で、私が引き当てたいのはこのクールフィッシュとワーキングフィッシュ。一番欲しいのはこのシークレットのサーディンですね。2個くっついてんのこれが絶対欲しいんだけどっていう感じでね、これ重さが違うというか、この振った時にこっちはすごく動くけどこっちは全然動かなくて、でもう絶対にね、違うものが入ってることは確定してるんですよ。これ開けていきたいと思います。じゃあまずこちら開けていきます。こういうのワクワクするね。これ見ちゃダメかな、これ。はい、じゃあいきます。1個目。
クールフィッシュね、超かわいい。めっちゃ作りしっかりしてるんだけど、これね1個1500円ぐらいするんですよ。めっちゃ高いと思ったけど、こんだけ作りしっかりしてたら大満足。しかもこれなんか針金入ってて、この辺とか動くんですよね。クールフィッシュポケットに手入れてるじゃないですか。これね外せるので、ここのさ、この金具のところのそれをつなぐこの紐の部分がさ、スポンジボブのこのビキニタウンで使われてる通貨だ。めっちゃ細かい、ここのデザインめちゃめちゃ可愛いです。やった、とりあえず欲しいやつゲット。本当はねもう全種類コンプリートしたくってボックスで買いたかったんだけど、もうほんとどこにも売ってない。もう今欲しいって思ったら再入荷を待つしかないって感じですね。まだなんか箱に入ってる、なんか社員証みたいなの入ってます。なんかポップマートがね中国の会社らしくて、ここに中国語が入ってますね。はい、ではこっち開けてみます。重い。シークレットじゃなかったけど可愛い。これはフラットフィッシュ。これもねちゃんと手足動くし、ここの紙幣のところもちゃんとビキニタウンのやつになってます。可愛い。はい、こういう感じでこちら2匹のビキニタウンの住人ゲットしました。めちゃめちゃ可愛いんだけど、もう大人になってもさ、いつまでもこういうのが好きでさ、本当に困っちゃうんですけど、こういうさトートバッグにつけたいなと思って買ったんですよね。見て、可愛い。めっちゃ可愛いんだが、このねもう今はちょっと入手困難なこちらのビキニボトムバディーズ、プラザとかでもし見かけたらねぜひ買ってみてください。皆さんに開封動画を一緒に見てもらいつつ、今日もピラティスに行く準備ですね。ちゃんと最近お水をね持ち歩いてて、ハイドロフラスクのこちらとね、あとはピラティスの時の着替えとかタオルを入れて、でこのスポンジボブなんだけど、これ今日キコちゃんがくれたんだけど、スポンジボブのこのやつになんかちょっとしたおやつとか入れつつ、リップもね1本入れていきます。キコちゃんもねスポンジボブ好きらしくって、私にもねこうやってスポンジボブのグッズお裾分けしてくれたんだけど、だからねこのビキニタウンの住人、こちらもう一個の方はキコちゃんにね今度会った時にプレゼントしようと思います。で最近ねピラティスに行って思ったのは、ピラティスで着る服っていうのをもうねそのまま着ていって着て帰りたいと思って、下のズボンはもうピラティス用のやつ履いてて、その上にちょっと長めのロンティ着てます。はい、この辺お尻とか隠れるやつね。この下にはもうねピラティス用のね T シャツ着てて、でもう着いたら脱ぐだけで、帰る時は上の着替えだけ着替えて、下はそのままで帰ってきちゃうと思って、それが一番楽と思って今日からそれで行こうと思います。で今日寒いからデニムジャケット羽織って、こちらマリメッコのやつですね。これにトートバッグ持って、そしてこのヘッドホンをねつけてラジオ聴いたり音楽聴いたりしながら歩いていきたいと思います。では行ってきます。上と下でなんか上部と下部って分かれるんですけど、この上がね結構硬い、下めちゃくちゃ多くて、でお尻を上げてきていいね。そうでつけましたね。 OK で後頭部後ろに、よっしゃ、はい、あと2回いきましょう。挟んで、よし、ナイス。
おはようございます。先週 Vlog でパシフィックファーニチャーで食器棚をね購入してたかなと思うんですけど、今日その食器棚が届きます。でその食器棚はゴミ箱があるここのところに置こうかなと思うので、今からねちょっとあのスペースを片付けて食器棚が入りやすいようにしていきたいなと思います。食器棚がやってきたらこの中の食器だったりとか、ここにね積み重なってるお皿っていうのをきれいにディスプレイしていければなと思います。食器棚が届いたので、最近ハマってるお茶、そのお茶グッズっていうか茶器を食器棚待ってる間にちょこちょこ集めていたんですよ。でそれをね開封がてらご紹介したいと思います。まずここにあるのは混乱ショップ代官山店で4月24から5月25まで作家と作る茶箱展っていうのがやってたんですよ。でちょうど私お茶にね興味を持ち始めてるタイミングだったから、休日にね行ってきたんですけど、でそこで購入したものですね。茶箱の中に作家さんが作った茶器とかそういうのがね一式入ったもの、そういう作品みたいなものもいくつか売ってたんだけど、やっぱりちょっと高価だし、まだちょっとお茶に興味を持ち始めたばかりだから、いろんなの他にも見てみたいなと思って、私は買ったのは作家さんが作った一点物というよりかは割と気軽に買える値段感のものをまずは手に入れてみました。まずこちら茶封ですね。小さなねお茶用の中国茶とか入れる用の急須です。こちらゲットしました。他にはこちらティータオルも買いました。3枚セットになってるんだけど、この小さなティータオル、お茶をね注いだ時にこう雫を受け止めたりするものですかね。まだちょっと勉強途中だから用途を完全に理解してるわけじゃないけど、こういう感じで使うもの。あとは茶器とか茶杯とかを置くねこのトレイもね必要だろうということでこちらも買いました。これは桜の木のトレイかな。結構ちゃんとした作りのものでちょうどいいサイズ感。ここに茶封とか茶会とか茶杯を全部置いてテーブルにセットして飲みたいという感じですね。であと混乱ショップで買ったのは長慶郷のプーワール茶ですね。こちらとあとはなんて読むんだろう、ポーユアンジーの東京ウーロン茶です。これね 8g ぐらいですぐ飲みきれるぐらいのサイズ感、やっぱ一人なんでね大きい袋の買っても飲みきれないからちょうどいいお試しぐらいのサイズの東京ウーロン茶。はい、代官山の作家と作る茶箱店でこちらのね茶器もろもろを購入しました。茶杯はねオンラインで別に購入していました。池半というね京都の茶室、そこのオンラインショップで売ってたもので、わかわいい。はい、こちらの茶杯、これを2つ買いました。これはね作家さんの作品で村上雄一さんという方の茶杯なんですけど、実はこの周りのここの部分ですね、これはなんとノーティーノーライフって書いてあるんですね。めちゃめちゃ可愛いノーティーノーライフ茶杯。こうパッと見ストライプっぽい柄かと思いきや、側面にノーティーノーライフって書かれているお茶目な茶杯、これを2つ買いました。あとこれ昨日目黒川沿い歩いてた時にセレクトショップで見つけた、これは多分茶風の台だと思うんだけど違うかな。はい、こういう感じでこのトレイの上にねこうやってセットして食器棚にこのまま収納したりとか、こうやってテーブルの上で一人お茶会する時にこのセットでお茶会できるというわけです。かわいい、最高。あと揃えたいのはこの茶封の中に入れる茶束とお茶っ葉を一旦嗅ぐためのこのぐらいのなんかトレイみたいなやつをどこかで見つけるか自分で陶芸で作るか、はい、それを検討してます。そういう感じでちまちまとこのお茶セットを集めていって一人お茶会を充実させていきたいなと思っています。
jagged metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me. I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all, everything's so fast. Write a text, no time to call. To slow down, oh, I pray. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast for my hand. I need to tell you this while I still can. It was so dark that a warm summer night, I much prefer it to the bright blue.
37か。始まりました。最近土曜ラジオ第37回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。私の茶室へようこそ。お邪魔します。ではお茶を振る舞わせていただきます。はい、お願いします。とか言って全然分かってないんだけど、まずさ、茶器を温めるよね。今日はポーユエンジ、こちらの、東京ウーロン茶2020年もののこちらを入れていきましょう。茶粉を温めて、茶塊を温めて、そして茶灰を温めると。そういう感じでですね、突然お茶にはまって茶器を集め始めて、茶器を集め始めたらそれをきれいに飾る食器が欲しいなと思い始めて、この食器棚をお迎えしました。そして今日私はいちご大福を作ってみたので食べてください。ありがとうございます。先に？そうですよね。ちょっと待ってください。そわそわする茶会です。ちょっと茶室としてはまだ未熟者ですので、ではどうぞ。ありがとうございます。どうでしょうか。美味しいですね。美味しいですね。はい。お家でさ、一人でお茶飲む分にはこの5個ぐらいでちょうどいいと思うんですよ。ちょっと一息をつく、なんていうか生活の中で区切りをつけるっていうのかな。外出して家帰ってきて仕事する前にちょっと一息区切りをつけたいなっていう時に、ちょっとお茶をね飲む、この時間を作るだけでなんだ違うんだよね。そうなんですよ。そうですよね、やっぱり。あなたの方がお茶に詳しいというか、触れてきた回数で言うと、中国と台湾にいましたからね。なんかよくお茶屋さんのおじちゃんに言われてたのは、日本にはやっぱり千利休っていう茶室の文化があって、そのお茶を楽しむ形式美みたいなものがすごく重要視されていて、それですごくねお茶っていうものが普及したんだけど、中国茶はちょっと違うと、もっと日常の中で、ほぼ作法がないって言ったらあれだけど、いろんなね流派があるので、ただその日常生活の中でさっき言ったように、一息つくみたいなことを、なんか目的として、お茶を楽しんでほしい、その自由に楽しんでほしいってはずっとおっちゃん言ってたね。なんか台湾の人さ、お茶屋さんみんな言うよね。そう自由に、楽しんでくださいって、持って帰って作法とか気にしないで、お家では。ちなみに中国茶の飲み方としては手添えないんですね。はい、3点なんとかって言って、どの指でもいいんだけど、そうなんだ。そう、手首を上げる、脇をちょっと軽く締めて、口を隠すように飲むっていうのが一応。そうなんだ。ずっとこうやってた。でいいんやけどね。何でもいいんだろうけど。あとあれでしょ、昨日この前言ってたよね、なんかお茶ついでもらった時、これ例えばこうやってお話ししながらっていう時には、このテーブルを人差し指と中指で2回トントンとするっていうのが一応ありがとうとか、なんか一説によるとなんか逆におかわりくださいっていう意味もあるんだとかないんだとか。中国の文化ってさ、こうやって例えば誰かのお家とか、お邪魔した時に、お客さん来たら、そのお湯を沸かし始めて喋りながらどんどんお茶をついでいくっていうのをおもてなしとしてね、受けるんだけど、その時に、目上の方からお茶をついでもらったらさ、なんか申し訳ないっていうかさ、下の人間として「すみませんありがとうございます」毎回言うのが、やっぱもしかしたら誰かと誰かの会話を遮ってるかもしれないし、毎回このちっちゃい茶杯で何回もついでもらう時に、何回もありがとうございますって言われる、ちょっとうざいじゃん。だから指でね、ちょんちょんってして感謝を伝えるっていうのがなんか、そういう感じでさ、今お茶にはまり出してる。いいんじゃないですか。中国茶だけじゃなくて、普通に紅茶ももう一回はまり出して、お茶全般だね。今さ、私陶芸教室通ってるじゃん。でつい最近までマジ何を作りたいかさ、分かんなくなってて、なんか習い事行ってても私何作りたいんだろうみたいな。
このお茶をさちょっと興味持ってからこのお茶のさ茶葉を置くやつ茶則とか、あとはこういう茶会とかもそうだし、いずれろくろできるようになったらこういう茶杯とか、こう作りたいって目標ができるから、いいなと思って、だからね、またどっかで台湾行こう。そうね。そのまたお茶をさ触れに行きたい、また、改めてね。じゃあどうぞいちご大福、減量に差し掛かるらしいから半分の量どうぞ。ありがとうございます。いちごは非常にいいので。いちご非常にいいんですね。美味しい。美味しい。これはキット、富澤商店のキットで作ったのですぐ作れたんだけど、このお茶をさ好きになったのを機にちょっと和菓子作りデビューを始めようと思って、和菓子の教科書も買ってみた。いいよね。いいよね。趣味増えてくんだけど。和菓子はねいいですから。いいよね。和菓子だったらあなたでさ気軽に食べれるでしょ。だから今後和菓子をね極めていこうかなと思います。極めていこう。そのうち第2回羊羹グランプリで出場してきてる。私あと今週何やったかな。今週はさ私の自分のさ耳っちいなみたいな、こういうところあるよな私みたいなのをさ、思ったことがあったんだけど、これあなたにもちょっと話したけど、このランダムで出てくるこのスポンジボールのモブキャラのやつがすごいバズってるっつって、私が気づいた時にはもう流行り始めちゃってたから、もうどこにも在庫なくて、プラザに在庫があるかもしれないっていうコメント見たから、プラザにさ問い合わせたわけ。お忙しいところすいませんって言って在庫ありますかみたいなさ、もうさスポンジボブの素の字ぐらいで、ないですって何店舗も言われて、もうさすがにないかとか思って、で家からちょっと遠いところのプラザ、行くのめんどくさいのみたいな距離のプラザのところに今はないんですけど、明日数点入ってきますと。だからもし取り置きとかはできないんですけど、もし買いたかったら開店と同時に来てくれればと思いますって言われて、よく教えてくれたね。そう親切と思って、伺いますって言って、ありがとうございましたって言って切って、で次の日さ、その日はね動画の投稿日だったわけですよ。金曜日の朝だから、本当は金曜日の朝っていうのも編集をしなきゃいけないから、もうそんなプラザとか行ってる余裕はないの、でもこれを買いに行きたいから前日の夜中とかに頑張ってこのための時間を空けて、9時に間に合うように家出て、それはアトレの中に入ってたから、駅の、アトレの開店お待ちしたのね、そしたらなんかもうすでに人がめちゃめちゃ並んでんの。っと思って、ドキドキしながら10分ぐらい待ってたのね、こうやって。でいざ開きましたいらっしゃいませみたいになって、みんなでブワーって入ってって、したらそのプラザは2階だったのね、でも他の人はみんな3階に行ったの、プラザじゃないんだと思って、なんだ私だけかと思って、じゃあもうここからゆっくり歩こうみたいな、むしろ恥ずかしいな、こんな開店の時から来ちゃって、なんか勢いをと思って、なんならさ、店員さんからしたらさ、あいつかで昨日電話してきたやつかだってさ、これさ開店直後だからさ、いらっしゃいませとかやってるわけ、店前で、これ以外のものも買いに来た人ですよみたいな雰囲気でこう行ったのね、でスポンジボブのコーナー、よししめしめあったと思って、プラプラーとしながら行ったら、横からシュッて人の影が出てきて、何と思ったら横からスッて手出てきて、もうこうやってこの箱を取ってくる20代の女の子がいたのね、私はそれにびっくりして「やばいってなって、6泊あったの、もうすでに4泊取られてたのね、で私もえいと思って、私もごめん2個くださいみたいな感じで、じゃあ2個取ってさ、はっと思って、さその後からまた人来たわけ、ごめんこれもらいますみたいな感じで会計したの、その時にさ、なんであの時、開店してさこうザッとさ、行かなかったんかと、弱さが出てる。そう私こういうとこあるのね、意気揚々と言って突然理性が頭の中で暴れ出してすかしちゃって、もう私そんなの目当てで来てませんみたいな風にやって損するっていうか、先に来た人に取られるっていうかのがあって、本当はだってもう6匹がコンプリートなのね、だから6泊あれ取ってれば、コンプリートしてる可能性があるわけよ、結果変えたからよかったんだけどね、そうでも私のさ弱さが出たよねと思って、あと一歩のさ、結果的に欲しい人とさ分け合えたから、
ね独り占めすんのもあれじゃん、よかったんだけど、こういうとこあるよねって。まあ見方を変えれば、うん幸せを分かち合ったってことです。そう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 、でもなんか私のこのさ、すかしちゃうなんか、まあまあ想像つくわ。俺と一緒にいてたら、なんで急がんの早く行きよっそうて絶対ってこう言って行くけど、そう一人の時は、まあまあみたいになって偶然見つけちゃいましたみたいな。取られてんのよここってなって「ごめん私も2個」みたいな感じで「あこういうとこあるよね」って。そうでもじゃあ4つは譲ったんや。もちろん、むしろ逆に2個譲ってくれてありがとうと思って、そうね、まあこれね1個1500円するんですよ、だからまあそんないっぱい持っててもね。そうね。でどうなんそのなんか狙ってたやつではあるの？あこれ狙ってた。あそうよかった、はい、であとは本当はシークレットが欲しかったんだけど、これをこっちはキコちゃんにあげようと。スポンジボブ好きだ。俺じゃなくて？いる絶対使わないよね。これはスポンジボブ好きな人にあげたいけど、やっぱりそうそう、まあそんな1週間でしたね。あなたはどうでした？筋トレを始めて、はい、目標のベンチプレス80キロ達成です。おお80キロ持ち上げて帰ってきた日はもう本当にね、ウキャ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 してて、この人が焼肉食べ行こうっつって焼肉食べ行ってね、すごいね。でも、次は100キロで。あ次100キロいけるんじゃない？そんな簡単にひょいって持ち上げれるもんなの？ちょっと。いや100キロは全人口の 1%。そうなの？そうだけど 1% の男にみんななりたくて100キロを目指すっていう。でもあなたさ、まだ筋トレ始めてさ3ヶ月ぐらいじゃん。3ヶ月経ってないね。そんなすぐ80キロって上がるもんなの？もともとのポテンシャルとか。まあそれはあると思う、まあ、体重がね、うん平均体重より重たいから、うんその分上げれる重量は多いんだろうけど、うん、まあでもとりあえずねいいんじゃないですか。いやすごいですね。いいね、なんかそういう目標がさあるといいよね、ちょっとその気持ちも分かるよ。ピラティスしてるから、私今この背中が硬いからさ、背中が硬いんや。背中が硬いからもともとさこうちょっとお腹をこう出してさ反ってる感じの姿勢を、例えばお腹を引っ込めてお尻をキュッて出したとしても、次は背中が丸まってるから結局なんかこういうカーブになっちゃうから、背中をもっとこういうことよね。やっぱやっぱそれなんや。嫌なんだけど隣にこんな人いたらそれするには、まあでもここがやっぱり柔らかくないと結局無理なんだって。でもちょっとずつできるようになってってるっていうのを実感すると、目標があるといいね。何でも、言ってたよね。ちょっと辛い時にうーってやる、た後のなんかその成果を見ると、アドレナリン出る。若干一緒にしてほしくない感じはするけど、まあそうなんや。私は私なりの、まあそうね限界値を挑戦してんだから、笑わないでくれる。いや笑ってるわけじゃないけど、なんかそうね、そんな感じですよね。なんかね、でも最近ハッとしたことが一個あって、筋トレしていく中でさ、もちろん食事とかこのタイミングでこれくらいのものを食べたらいいみたいなことが決まってるやん、ルーティンがある程度ね、でもなんかたまにイレギュラーがあるじゃん、例えば外食しないといけないとか、友達と会うとか、あなたとなんかどっかご飯屋さん行くことになったとか、その時にリカバリーがさ、今日どうしたらいいのかとか、例えば食べ過ぎちゃったら、次の時やっぱ落とした方がいいんですかねとか、トレーナーさんに聞いてたわけ、でも聞きながら俺ある言葉をね思い出してハッとした、それがね、最近トレーニングブームだし、その世の中にマッチョが増えてきたと、でも心がマッチョなやつが減ってるってどういうことですか？つまりね、ここで例えばタンパク質何グラム取った、ここで炭水化物何グラム取った、プロテイン何回飲んで、よし今日一日のノルマクリアだ、もう一回それが崩れたら、あダメだ間違ってしまったとか、食べ過ぎちゃったとか、そしたらその分またやればいいよ。なるほどね。そういちいち落ち込むっていうのがもうマッチョじゃないって、真のマッチョはメンタルがマッチョだと、そんなんいちいち気にしちゃいかんと、メンタルをねマッチョにするっていうのがやっぱ次なる目標であり、確かにメンタルマッチョになると100キロとかの大台が近づいてくるのかな、やっぱ。そうやっぱねメンタルでちゃんと負けないっていうかさ、やっぱうわーってなるわけ、重たい重量の時って、そこでいかに最後の1回を上げれるか上げれないかで成長が違うっていうなるほどね話なので、
もうメンタル勝負です、なるほどね、深いね。深い体と心はつながってるんだよ。いや本当そうらしいよ、絶対あげる絶対あげる、俺はできるって言い聞かせて入るもん最近。あ、やっぱそうなんだ。うん私今さついさっきまでカンフーパンダ見せたのね。でカンフーパンダ好きで見てて見返したんだけど、カンフーパンダもさ、その竜の戦士とか言って伝説の戦士になる最後の決め手の、秘訣っていうのはないのよ、結局。自分が特別だって思うことで特別になれるって。そうなんだけど、まあそうよね、そうだよな。でもそうでしょ。いや本当にね、心技体って言葉があるわけ。そうだよね。それをこの2ヶ月半でね、やっぱちょっと学んだというか。いや本当自分の人生に運動とかさ、こういうのって関係ないなと思ったけど、結局全部つながってんだと思うと、関係なくないなと思ってきたよね。そう、やっぱ肉体が鍛わったからメンタルが鍛わって、メンタルが鍛わるからやっぱ日常生活も俺はできる、やるぞ、やるんだっつって、仕事もねうまくいくよ、うまくいくようになるかもねみたいな、そう、結構疲れちゃうんだけどね。ヘロヘロにながらやってるんだけど、まあそれはね、でも大事なところよね。そうだよね。なんか充実してんね最近うちら。じゃあちょっと今週のコウヨトリさんからのお手紙読んでいきたいと思います。コウヨトリネームみーさんからのお手紙です。ミックさん、先生、こんにちは。こんにちは。夫婦で配信を楽しみに見ています。餃子グランプリを見て丸川、丸岡、宝永を注文して餃子グランプリをしています。我が家も丸川が一番でした。私は25年ほど前に大学の先生に言われた You create you という言葉を今でもふと思い出すことがあります。ミックさんと先生はこれまで誰かに言われたり読んだ本などの中で影響を受けたりずっと心に存在する言葉はありますかということです。この質問を読んで私なんだろうって考えて、今日カンフーパンダもう一回見せたんだけど、私はカンフーパンダ、太っちょパンダがカンフーの竜の戦士、伝説の戦士になるために師匠に弟子入りしてカンフーとかそういうことについて学んで修行してで竜の戦士になるっていうストーリーなんだけど、カンフーパンダのパンダが師匠とする人、その上の師匠もカンフーの伝道師みたいな、亀がいるのね、でウーブエ老師って言うんだけど、でその老師が言う言葉で心に残ってるのがあるんだけど、君は今までとこれからを心配しすぎる。昨日とは過去のもの、明日とは未知のもの、今日の日は儲けものだからそれをプレゼントっていうのですっていう、現在ってさ英語でプレゼントって書くでしょ、これがもう私のずっと心にある言葉。先週の Vlog でさ、旅する木っていう星野道夫さんの本を読んで今を大事に生きたいって言ってたと思うんだけど、あれって本を読んだから今大事に生きたいって突然そう思いついたわけではなくって、ずっと自分の中であるテーマみたいなもので、そういうふうに思って生きてるから、こういうカンフーパンダのこの詩を見てすごくやっぱり今だなと思って生きてきたんだけど、私さ未来って書いてミクって読むじゃん、だから自分の名前の通り未来を信じて遠い先のことに希望を持って生きていきたいって最初思ったんだけど、でもそのいい未来を作るのは必ず絶対今だっていうのに気づいたんだよね。それはこういうふうに映画を見たり本を読んだりして得たものでもあるし、自分も今までの人生まだ30年弱なんだけど、絶対にいい未来を作る時に必ずもう今ここ頑張るしか開けないっていうのに気づいたんだよ、何事も。だからいい未来やってくるといいなみたいな感じで、遠いところに期待するんじゃなくてまず今、絶対今っていうのをずっとね心に溜めて生きてきてる人間なんですね、はい。すごくでも確かにあなたはずっと出会った時からそんなこと言ってたよね。ずっと言ってるよね私ね、でも本にも書いたかもしれないけど、やっぱり私の母方の祖父の死に立ち会った時に悲しかったんだけど、やっぱり人ってどこかでこう人生終わっちゃうんだなっていうのをおじいちゃんを通して気づいたんだよね、おじいちゃんって70代で亡くなっちゃったから、もっと本当だったら80代とか90代まで生きてもおかしくないけど、亡くなるその前までおじいちゃんはすごく楽しそうではあったっていうか、いい人生を送って
ったよなって思った時に、自分もなんか最後は何だろう、いい人生だったっていう感じで終わりたいって思った時に、それを考えた時にじゃあもう今楽しもうって思ってそうやって生きてきたんですよ。だから私すごく楽しいことに全部全振りしてるから、よく私の YouTube が好きって言ってくれる人と出会う時に、ミクさんの YouTube は自分の好きなものを好きでいていいんだっていう気持ちを思い起こさせてくれるって言われることが多いんだよね。私がさこういうのに本気になって買いに行ったりとか、お家の中にさなんか好きなものいっぱい散りばめたり、好きなとこに行ったり好きなことをやったりとかする時に、自分もやっていいんだって思えるって言われた時に、そこは自分のいいところなのかもしれないって思って、今後もこういう風に生きていこうって思ってんだよね、やっぱ、ずっと。そういう意味でのさっきの名言は私のずっとテーマであるって感じ。あなたある？やっぱフォーチュンフェーバーザボールドかな。嘘本当に？いやまあ半分ギャグ半分まあ結構ガチやね。この言葉は私が出した本のタイトルなんですね。幸運は大胆な人が好きっていう。これ名言なんだよね。そうそう、大昔の人の。俺はさ結構生まれてこの方さ、割り石橋を叩いて、もう一回外から見てそうだね。なんなら隣に新しい橋作るぐらいの本当そう性格がね。そう、あなたを見てると、たまにっていう到底理解できない無鉄砲さと、あと見ててたまに清々しい気持ちをさ無鉄砲すぎて。そうそう、その時に自分もたまには、そんな石橋でも渡っていいんじゃないかみたいな、確かに大胆さというか、もう俺から言ったら賭けみたいな、勝負どころみたいなのは、確かに人生何回かあってもいいなとか思うんだよね。自分が生きていく中で、これどうしようみたいな、リスク高いなっていうことに飛び込んだりとか、もっと小さいところで行くと、行きたいな、でもまあやめとくか、いやでもやっぱ行くか、っていうやつぐらいをちゃんとこなしていくっていうのは、なんかこの言葉を確かにはって思い出すね。そうだね、本はさせっかくだから。いや懐かしいよね。ちょっとせっかくだからもう一回これ宣伝しとこう。こっち私のまだ登録者が25万人の時に書いた初の書籍です。ここのさ表紙も自分たちで作ったしね。この後ろのさこのエーデルワイスだっけ、なんだっけ、この後ろにねお花があるんですけど、これはね幸運は大胆な人が好きっていうタイトルにした時に、この言葉に近い花言葉の花あるかなって探したの。その時にエーデルワイスの花言葉はいろいろあるんだけど、高潔な勇気、あとは大胆不敵なの。だから実はここにこっそりとエーデルワイスがいて、だからスイスでエーデルワイス見た時ちょっと感慨深くなかった、ね。そうそうからのやっぱ、今ここからっていう意味を持つヒンクヌン、いやそうなんですよ。エモじゃない前回の Vlog でもコメントでさ、私のブランド名もそういう意味、今っていう意味が込められてるんですかみたいな言ってたんだけど、本当にそうで、ヒンクヌンクはラテン語で、今ここからみたいな名前がついてて、常に私はもう今っていうのをねいろんなところにこう散りばめてるんですけど、私たちのテーマだね。そうね、本当に今しかないよなっていうのを、いろんな角度から多分私は発信していくんだと思う。そういうとこですかね。そういうことです、皆さんなんかカンフーパンダよかったら見てくださいこれさ、これびっくりしたから一個読んでいい？これ見たかなあなた。コヨトリネーム怠け者さんからのお手紙です。ミクさん先生はじめまして。推し活についてです。これには理由があります。私は以前から推してる YouTuber さんがいました。その方の動画を参考に海外旅行先を決めたり、自分の価値観みたいなものを考えるきっかけになったりしているほど影響を受けていました。ある日、家族で某テーマパークに遊びに行った時、偶然にも推しの YouTuber さんに会ったのです。乗り物を乗る列にたまたま前後で並び、流れでお隣に座る形で乗り物に乗りました。正直普段 YouTube で見ていた顔が、聞いていた声がそばで感じられ、乗り物の記憶は全くなかったです。その推しの YouTuber さんはミクさんと先生なのでした。いつどこで？地方住みの私からしたら、本当にミクさんと先生は存在すると思ってなかったので驚きつつも、緊張で話しかけられなかった後悔がちょっとだけあります。
ミクさんの推し活はこれから始まったばかりですかね。また聞かせてもらえると嬉しいです。これからの動画の配信楽しみにしています。お体にはくれぐれもお気をつけて活動してください。ね、これいつどこでと思ってあのさ、冬にさクリスマスのシーズンにさディズニーランド行ったよね。行った。なんか乗ったっけ？待って分かった何乗った？美女と野獣じゃない？ティーカップでほら美女と野獣のさやつ見たじゃん。こうぐるぐる回りながらさ、あれさ44の8だ。そうだ、あれじゃん絶対。こういうことあるんだと思ってびっくりじゃない？悪いことできないね。そう、悪いことできない。喧嘩とかしなくてよかったね。そうね。気をつけないとね。そうね、うん当たり障りない感じでいないとね。そうだね。そうで、私の推し活はね今順調にというかタイムレスね、ほのぼの押してますね。無事ライブは外れあ、そうね。そう、いつかライブ行けたらいいね、1回ぐらいはそうね。ね。俺だったら菊池さんがアンバサダー務めるうんプロテインのブランドを飲んでますから、おお偉い。たまたまやったけど、たまたま、なので推し活してくださりありがとうございますというか嬉しいです。ありがとうございます。なんか結構ね、この Vlog を見てその週に例えば私が行ってたさ喫茶店とかさ、買ったものとかっていうのをゲットしたり行ってくれたりとか、楽しんでくれてる方多いみたいですごく嬉しい。本当にありがとうございます。これからもなんか楽しい情報を発信できるように頑張っていきたいと思います。そういう感じで今週は以上です。最後、私のねブランドから発売されるこちらのバケットバッグかな。こちらが再来週、そうね。そうだね6月の13だったかな。はい、そこから、受注販売が開始されます。10日間、ぐらい、受注期間がありますので、ぜひこちら気になってる方はその期間にチェックしてみてください。発売する時またちゃんとお知らせします。一応言っとかないといけないと思うんだけど、うん、生産個数がねあんまり無限じゃ今回ないというか。そうね。あなたが調整してくれてるのよ、その辺ね。受注期間中に受注してくれた人全員に行くのか、なるべく行くように調整をしてるんですが、想定を超えた場合ね、そうある程度最初の先着順で発送になっちゃうと思うので、ちょっと調整しますが、現時点ではある個数を超えた段階から、お届けがちょっと遅くなっちゃいます。これも絶対欲しいっていう方は、その6月13日スタンバっていただけるとありがたいです。なのでまたお知らせします。はい。であとですよね、前回さ、グランプリ、いろいろこう皆さんからさヒントいただいたじゃん。でいろいろ考えたの、私なんかできないかなって。私さ今お茶ハマってるじゃん。なので夏の茶菓子を皆さんと一緒にグランプリやっていきたいと思って、ぜひ今週ねそれをね皆さんから募集したいなと思っています。何でもいいの？もう何でもいい。夏ね、夏の茶菓子、夏の今この時期に手に入るものでお取り寄せできるもの。そう1週間で届くやつね。この夏の茶菓子ワングランプリは6月13日、その再来週にやるので、ぜひ皆さん夏の茶菓子これおすすめだよみたいなやつあったらコメント欄にお願いします。ゼリーでも水羊羹とかでもいろいろあると思うんだけど、お茶に合うお菓子プラスでこのお茶も一緒に飲んでくださいみたいなのがあったら全然そちらも大募集しています。それでは今週は以上です。この動画が面白かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。